たく姉さんたらキョロキョロしちゃって、おのぼりさんじゃないんだから。リンドの気持ちは私もよくわかります。本当にどちらを見ても珍しいものばかりで、クローチェも来られればよかったのですが。メンテ中なんで仕方ありませんでしたね。それとリリさん、ジオテオゴニアからここまで案内ありがとうございました。とんでもありません、ブルム様。それに案内はまだ途中。目的地は皆様がお泊まりになる予定のお宿ですから。もしかしたらリアさんたちが先に着いているかもしれませんが。畳に使っているいぐさの匂いですね。とってもリラックス効果があるんですよ。これナーナや、あまり禁忌とするでなし。こたびのワッチとウヌはジオゲヘナを代表するものであるゆえに。ネラちゃんじゃなくってかしこまりました、ネフィーネラ姫様。シャナリンシャナリン。ふむ、ナーナにしては聞き分けがよろしいなり。事前にモネやミアラにより友人としてのしつけを受けただけのことはあるの。そしてクリア殿、懇切なる案内誠に痛み入ります。いえいえ、でも案内なんていらなかったかもですね。ネフィーネラさん、私よりもずっと大江戸に詳しいみたいで。ネフィーネラ姫様はちょくちょくお忍びで大江戸に来てるんだってモネちゃん言ってましたよ。なんともはや主君の秘め事を明かすとは。なあなよ、ウヌはワッチからもしつけを所望かい。ネラちゃんの手でペッチーンってされたらナンナのお尻が爆発しちゃうよ。ふむ、愛すまぬクリア殿。本来はナーナだけでなくモネにも友を務めさせるところでありんすが。いえいえ、そんなしょうがないですよ。姉モネさんパトロールとかお忙しいみたいですし。モネちゃんの場合、知らない人がいっぱいなとこに来たくなかったのかも。人見知りモード発動みたいな。ふん、ナーナのごとくにも見抜かれておるとは。モネにも困ったものであるなり。ここは荒療治でもしつけを考えねばならぬかの。しつけですか、姉モネさんに。クリア殿や、ここは一つそなたもあのうつけのために一肌脱いで。さつきちゃん、待って。やれやれ、歩幅はてめえのがでけえだろうに。大江戸か。俺らの世界ジオニブルヘルにもこの町と似たような建物がちらほらあるが、俺らの世界の建物の方がもっと年季が入ったボロで、何より誰が作ったかわからねえってことは、噂はマジだってのか。ジオニブルヘルのあれやこれやがどっかから流れてきたもんだっての。大きくて可愛い子とちっちゃくて可愛い子がいるよ。あの二人は。ほう、
実にお目にかかりやす。どうぞ姉さんからお控えください。あいや、お待ちあれ。どうぞお楽に。わっちより発しますゆえお控えくだしゃんせ。いや、どうか姉さんから。ネラちゃん？ご丁寧に痛み入り申し上げまする。逆意とは存じますが、この方これにて控えさせていただきます。恐れ入りやす。粗骨者ゆえ前後間違いましたる説はまっぴらご容赦願います。姉さん並びにうさぎのお嬢さんには初のお目見えと心得ます。手前小国はジオニブルヘル、黒の宮の麓の砂州より陣風吹き下ろし、夜叉峠はどっこ杉の出でございます。部長法にて生知らず、名はさつき。家業鬼の端くれ、未熟の駆け出し者。行く末万端、おたのうございます。ありがとうござんす。ご丁寧なるお言葉、申し遅れて失礼さんにござんす。手前ジオゲヘナは祈願城塞があるし、家業は姫、牛枠国土は北は果樹山、南は商社湾まで、並びに縁持ちまして、間がつ六柱が一つ、蛇の二代目を継承いたしんす。姓はネフィリム、名はネビュラ。これにて一つお見知りおかれまして、万事よろしくお頼み申しまする。なんでしょうか。すっごく独特でしたけど。仁義だったかしら。鬼族たちに伝わる自己紹介みたいなものよね、確か。リーザちゃん。水さすねリザコ。せっかくわきまえた御仁と面倒しできたってのによ。わっちの仁義は猿真似に過ぎませぬ。ただこの町の雰囲気とさつき殿の流儀に承番させていただいたまでのこと。申し訳ありませんが、不勉強のため普通に挨拶させてもらいますね。私はダークエルフのリーザ。はじめまして、ジオゲヘナのお姫様。あなたのことは妹さんから少しは聞いてますよ。パッと見じゃどっちが妹かわからなくなるけれど、中身の方はとんでもない怪物みたいね。カースアローも簡単に弾かれそう。敵じゃなくてよかったわ。妹さん。あ、ネアちゃん。行方不明のネアちゃんたちは見つかったけど、まだジオニブルヘルにいるんだっけ？そうですよ。ネアさん、私たちがピンチの時に助けに来てくれて、その後はカリザ君の付き添いって言って、居残り。あ、プレシオちゃん。それにどうもグレイスちゃんです。ではなくバイオレット姫のシュバリエグレイスです。皆さんごきげんよう。グレイスちゃんジオゲヘナに来た時よりちょっと薄くなっちゃってない？おっとすみません、まだ本調子ではなくて。よっネフィーネラ姫、またこうしてお会いできたこと嬉しく思いますわ。お久しゅうござりんす、バイオレット姫。ご健勝で何よりに存じまする。また愚昧がご迷惑をおかけしたしに謹んでお詫び申し上げたてまつり候。いいえ、
レア様とカリザ君が助けてくださらなければ、私たちも天に召されてしまうところでした。姫、わざわざジオゲヘナからお越しになったネフィーネラ姫と立ち話もあれですし、まずは宿に落ち着きませんか？しっぽりと。お宿、ご飯、うまし。やったー！温泉楽しみ。温泉？リーザちゃん、どこさ行くの？私は観光の続きでもってね。温泉にはお先に入らせてもらったし。おい、リーザ公よ。てめえもおめこぼしもらった側だろうが、おとなしくしてやがれ。あら？さつきの中では観光はおとなしくないことなのかしら。もちろんこれ以上立場を悪くするようなことしないわよ。それに姫の護衛ならあなたやグレイスがいるしね。では失礼いたします、姫様方。おいで、クー。多分大丈夫ですよね。サンマ貴族の人たちには念のため監視をつけるってことになってますし。リアさん。あ、リリちゃん。それにライラエル様にリンドちゃんとブルムちゃんだ。本日はお日柄もよく。そんな堅苦しい挨拶はいいですよ、ナーナさん。似合わないですし。てか、まさかナーナさんがクルルさんのいとことは思いませんでしたよ。ネフィーネラ姫様、クリアさんにプレシアさんもお久しぶりです。それにはじめまして、皆さんがジオニブルヘルの方々なんですね。今しがた一人と一匹減ったとこだがな。卒事ながらライラエル姫、各世界の名手の我らなれど、こたびは半ば私的な集いと存じまする。となれば、ええ、ネフィーネラ姫、友として気兼ねなく親交を深めましょう。このような機会をくれたペコリーヌ姫に感謝しなくてはなりませんね。そういえばペコリーヌさんやキシさんはどちらですか？ご挨拶をしなくっちゃ。美食殿の皆さんは今ランドソルです。王宮のこととか調べ物とかあるそうで。空間跳躍の魔法陣も敷設してありますし、通信魔法で皆様の到着をお伝えすればすぐ来てくださいますよ。ね、プレシアさん。もう呼んだよ。皆さん、おいっす。ペコちゃん、キシちゃんも。これで再び全てのプリンセスが揃いましたね。皆さん、遠いところわざわざありがとうございます。なんかすげえな。知らねえ子がいっぱいで目立たねえようにしてけど、わてが一番でっけえし、もっと縮こまらねえと。とか思ってんだろうな。たく、お姫の次は雪乃の荒領事の番かね。それじゃあ早速ですが、ライラエルさんとネラさんとバイオレットさんをお借りしますね。私たちだけですか？はい、あなたとリリちゃん、クリアちゃん、プレシアちゃんは
リンドちゃんやナーナちゃんたちのことお願いします。そんな騎士さんにお願いされちゃうなんて。あ、いえ、嫌ってわけじゃ別に。あーちょろ。たく姉貴は。つまり一旦プリンセス組だけで行動したいってことですか。まあペコリーヌ姫のお膝元ですし危険はないと思いますが。ようござんしょう。思考していかな趣向と参りまするや。それはもちろん裸のお付き合いです。失礼しますね。ライラエル姫、まずはご一献。辛口ではございませぬゆえに。ありがとうございます、ネフィーネラ姫。いかがでしょうか。ふむふむ。大丈夫ですよ、バイオレットさん。傷もあざもなくてとっても綺麗なお背中です。よかった。背中は自分では確かめられなくて感謝しますわ、ペコリーヌ姫。いえいえ、巨芸城や黒曜宮の戦い大変でしたからね。ジオニブルヘルでもとても大変だったようですね。よければお話を聞かせていただけませんか。はい。なるほど。フレイヤたちがまた暗躍を。ほんに懲りぬやっぱらに候。止まれかくまれ。ペコリーヌ姫、お召し上がりますかや。ペコリーヌ姫、実は皆さんに集まってもらったのは大切なお話をさせてほしいからなんです。ペコリーヌ姫、それはつまり。はい、第2回プリンセス会議スタートです。つまりペコリーヌ姫の体調不良は王家の装備の力を使いすぎたことによる副次的な作用なのでしょうか。私も身に覚えがありますわ。ペコリーヌ姫の症状は厳しい戦いだったためかより重いご様子ですけれども、自分をパワーアップするだけならお腹が空くくらいだったんです。でも他人から奪い取るのは話が違うみたいで。すみませんネラさん、前に諸刃の剣だってせっかく教えてくれたのに。詫びを申さねばならぬのはこちらの側であります。もうちっとばかり気の利いた助言ができればかような顛末にならずとも済んだやもしれぬというのみならず、荒くねに奪われフレイヤめに渡った法王の権能を取り返してくださったともよし、まこと感謝してもしきれませぬなり。何度も持ち主が変わったり、そもそも不完全な転生だったりで昔ほどの力は取り戻せてないみたいですけどね。暴食の力を使わなくちゃ巨芸城でのフレイヤとの一騎打ちを切り抜けられませんでした。でも
私だけじゃなくコッコロちゃんもキャルちゃんも動けなくなっちゃって。トゥインクルウィッシュの皆様のご助力なくば、その後の黒曜宮での戦いは切り抜けられなかったでしょう。それにネア様がネネカ様たちを連れてきてくださらなければ。愚昧がお役に立てたなら無上の喜びでありんす。それにセブンクラウンズ、メタモルレグナンとなる個人、いずれ詫びに参らねばなりますまいの。そのネネカというものは信頼できる方なのですか？敵が仕掛けた罠を解除するため残っているとのことですが、そこには騎士たちの最大の目的があるはずでは。ネネカさんは信頼できます。できると思いたいです。これまで何度も何度も私たちに協力してくれましたし、ちょっとだけ野心的なところもあるみたいですけど。ですが心配はいりませんわ、ライラエル姫。ネネカ様が芸室の前の罠を突破しても、その先に進むための鍵は私が持っておりますから。ふむ、カリザボウの目当てもまた囚われたかつてのお仲間を取り戻すことだったはず。それゆえにジオニブルヘルの信用へと残ったのでありんすな。はい。それにネネカさんはとってもすごい魔法使いさんですが、ウォーロックの罠の方もとっても難しいものだそうで、解除には何日もあるいはそれ以上かかっちゃうみたいで。それに黒曜宮の最深部はジオニブルヘルの民にとって特別な場所ですわ。いかにペコリーヌ姫たちとはいえ、大勢の方が長くとどまるとなると、各部族の中に反発が強くなってしまうでしょう。もちろん警戒の方は抜かりないよう命じております。ウォーロックが再び攻撃を仕掛けてきても、十分に時が稼げるだけの備えをさせてありますわ。なので私たちは一度こっちの世界に戻ることにしました。王宮のお仕事もありましたし。キャル殿らは今ランドソル王宮にご滞在中との市議でありんすが、トゥインクルウィッシュのお歴々もでありましょうかや。かなうならお目文字いたしたい所存にござれども。トゥインクルウィッシュのみんなは今のうちにどうしても会っておきたい人がいるそうです。それでそんな日和ちゃんたちを見て私たちも思ったんです。各世界のプリンセスの皆さんとまたお話をしたいって。それでリリたちが私たちを招待するための使者として使わされたのですね。ですが各世界の移動や相談などに少なくとも1週間以上はかかっているはず。もしやペコリーヌ姫、その間何も口にしていないのですか？ちょっとくらい食べなくても大丈夫です。私これまでたくさん美味しいものを食べてきましたし、それにここだけの話、この世界は全部作り物の世界ですから、食べると言っても本当に栄養が得られるわけじゃないですから。こらシェイフィー、デート待ってるわよ。あ、ごめんなさい。集中力が切れてきちゃったみたいで。無理もありません。
こうも連日書物や魔法のスクロールと向き合っておりますと、私も目の疲労を強く感じます。私は資料あさりとか慣れてるけど、グラについてどころか王家の装備を調べてみましたってのも見つからないし、手がかりゼロってのはきついわ。焦らずに参りましょう。クレジッタ様も現在ペコリーヌ様のお体を元に戻すため方々に手を尽くしてくださっておりますし。それもすごい勢いでね。むしろクレジッタさんの頭の血管が切れちゃわないか心配になるくらい。気持ちはわかるけどね。てか私お腹空いちゃった。調理場で何かもらってこようかしら。あんたらも来る？そうですね。では一度休憩にいたしましょう。さつき様に追い詰められて私身体能力の向上を決意しました。成長期であるうちにたくさん食べなくてはなりません。プレシア様のように。でもペコリーヌさんがあんな状態なのに私たちだけいいのかしら。気にしちゃダメだっての。アホリーヌには陛下の使ってた食べなくても済む魔法をかけてあるし、戦いとかトラブルになったりしなきゃ平気よ。とりあえずね。主様やアルターメイデンの方々もいらっしゃいますし、裏世界のプリンセスの皆様も大変優れた人格者です。トラブルがあってもペコリーヌ様を助けてくださると思いますが。シェフィー様、いかがなさったのですか？ちょっとトイレなら外出て廊下の突き当たり右だかんね。あ、うん、そうじゃなくてちょっと思い出して、イオン世界のお姫様たちのこと。ペコリーヌさんが暴食、ライラエルさんがゴーマ、バイオレットさんが怠惰で、ネフィーネラさんの王家の装備は何だったかしら。確か嫉妬とのことでした。所持されているだけでほとんどお使いにはなられていないそうですが。グラ、スペルビア、インビディア、アケディア。ねえ二人とも、これってやっぱり7つの大罪から持ってきてるのよね。7つの大罪？お調べになっている文献にそのようなことが。あ、そうじゃないんだけど、その漫画で見たことあって現実の方でね。なるほど。不勉強で申し訳ありません。私漫画はあまり読んだことがなく。不勉強で申し訳ありません。うち貧乏だったし、漫画なんて買ってもらえなかったですし。あ、ごめんなさい。何が言いたいかっていうと、あと3つ私たちの知らない王家の装備があるんじゃないかって思って。アストルムにジオテオゴニア、ジオゲヘナにジオニブルヘル。これまでそれぞれの世界に一つずつあったことになりますが。ってことはその法則でいくとあと3つも裏世界があるってことになるわね。でもネネカの話じゃ。リージョンテオゴニアが新種族のテストサーバー、リージョンゲヘナが魔物のテストサーバー、リージョンニブルヘルが廃棄データの格納サーバーで、それ以上の開発用のサーバーは用意されてなかったそうよ。コピーされた世界っていうのは管轄外だそうだけど。そもそも
裏世界が一つの独立した世界として存在してること自体ネネカにとっては予想外だったらしいけどね。てかあいつ王家の装備についても自分が作ったんじゃないから知らないらしいし、ほんと使えないんだから。そんなこと言っちゃダメよキャル。ネネカさんたちがいなかったら私たちは負けてしまっていたし、今だって力を貸してくれているんだから。アイテムの作成となると管轄なさっていたのはアキラ様でしょうか。だいぶなさっていればお話を聞くのが近道だったかもしれませんが、いないやつを当てにするわけにもいかないでしょう。それにしても7つの大罪か。当たり前かもだけどアキラたちだってこの世界を作るとき完璧にゼロからじゃなく元ネタみたいなのを入れてたのね。そうね。エルフとかドラゴンとかファンタジー作品では定番だし、他にもいろんな神話や伝承を引用しているはずよ。レジェンド・オブ・アストルムってタイトルもあっちのアストライア王国からの引用なのかしら。スポンサーが自分の名前入れるなんてスタジアムかっつーの。それもあるかもしれませんが、アストルムとはラテン語で星という意味だったはずです。お父様から以前教えていただきました。大陸の名前になっているアストライアっていうのも確か元は女神の名前だったかしら。うろ覚えだからどんな女神かは知らないけれど。もしかしたら何かの取っかかりになるかもね。あいつの王家の装備とアストライア王家のつながりとか。おっと、そうだわ、調理場から何かぶんどってくるんだったわね。キャル様、それではまるで強盗です。それにこの時間じゃ残り物があればいい方かしら。もらえるだけありがたいけれど。はい、食べなくても済む魔法では体のアバターの成長にはつながりませんし、それにペコリーヌ様のことを思えばなおさらです。わかってるわよ。早くあいつ食べられるようにしてやんなきゃね。今頃あいつらは大江戸でいいもん食って温泉でも入ってるんでしょうね。お宿のご飯うまかったな。お刺身ってのも冷ややっこってのもそうめんってのも。あ、雪のがエビの天ぷらでやけどしそうになってたのは笑ったな。雪乃が熱々のネギ鉄砲を喉に受けて悶絶していたのは愉快だったわね。もう二人とも意地悪言わねえで。まだ口ん中ヒリヒリすし。けど姫ちゃんらの方はご飯まだみてえだし、何話してんだろう。レバガメなんざするもんじゃねえぜ、雪乃。俺はちっと横にならせてもらうぜ。グレコーにやられた傷がまだうずくんでな。まあひどい。自分でやれって言ったのに。でも体を休めたいというのは私も同意。雪乃は？あては二人と違って怪我してねし、もうちょっと起きてっかなって。そう。じゃお先にね。あんま夜更かしすんなよ。
やすみな二人とも。なんだか気が張っちまって全然眠くねえな。ジオニブルヘルの外なんて初めてでドキドキして、これが姫ちゃんが憧れてた世界。ご飯もだけどほんと全然ちげえとこなんだな。夜空には小さい光がピカピカしてし、空気はなんかあっちし。でも悪い世界じゃねえんだろうな。そうだね、枝豆さん美味しかったね。ちょっとだけ散歩してみっかな。魔物とかいねえみてえだし。ジオニブルヘルのゆきのちゃんだよね。どうも、梅沢ナナさんだっけ。ご飯も食べたし、これから温泉に行こうかなって。ジオゲヘナの温泉とはどう違うのか楽しみ。そうなんだ。では散歩中で。お目目が真っ赤な小鳥さん、かわいい。この子たちゆきのちゃんのペットちゃん？ジオニブルヘルのシマエナガってんだ。ニタボ、ハルちゃん、畜産さん、挨拶しよう。ナナだよ、よろしくね。ジオニブルヘルにはどんな温泉があるの？わかんねえ。温泉ってのアテラの世界にはなくて。そうなの？それじゃあ今から一緒に行こう。温泉とっても気持ちいいんだよ。気持ちいい？危ないとこじゃねえってことだよな。さっき姫チャラもみんな言ってたみてえだし、このナーナ様悪い子じゃねえみてえだし、なら姫ちゃんみてえにでも勇気を出して教えてもらえる？温泉っての。確かに成仏はしちまいそうだども。暑いけどナーナさはすっげえ幸せそうだし、ちょっとだけ我慢してみよっかな。ジオゲヘナの温泉に比べるとちょっとぬるめだけど、とっても気持ちいいね。ぬるめ？これで？ナーナさすっげえ。もしかして伝説の冒険者とか？暑い。このままじゃうだだこに
あての周りだけ血と熱気で。あれ、なんだかすっごいヒヤッとする。体がカッカしててあんまうまくいかねえな。さっきよりかマシだと思う。リコちゃんや騎士ちゃんの世界もとってもいいとこだね。なあな、これでよかったな。そうだね。でもこれでよかったな。ご飯うまかったし。人参の天ぷらも栗きんとんも美味しかった。それにゆきのちゃん、ナーナね、とっても弱っぴくてみんなに迷惑かけちゃうダメダメウサギさんなんだけど。お手の悩みと少し。でもね、今回のお出かけでネラちゃんがナーナを護衛役に選んでくれてすっごく嬉しかったの。ネラちゃんはすっごく強いから誰でもよかったのかもだけど、モネちゃんが人見知りしなければモネちゃんでよかったのかもだけど、でも選んでくれたんだからお役目はしっかり果たすんだ。絶対足を引っ張ったりしないように。これでよかったって帰る時も思えるように。そうなんだ。ナナさん、エレナ。ごめんね、ゆきのちゃん、いきなりこんなお話しちゃって。熱いお湯がいつの間にか戻ってきて。うわー、ゆきのちゃん、どうしたの？溶けちゃってる。こういう時はとりあえずお湯から出してあげて。ゆきのちゃん、大きすぎだよ。お部屋まで運んでくのも危ないかもだし、誰か助けを呼ばなきゃ。ネラちゃんはお話中だし、騎士ちゃん助けて。騎士さん、ダメ。ナナたち裸ん坊さん。でもナナ、恥ずかしいけど我慢するよ。ゆきのちゃんの命がかかってるから。騎士ちゃん、ごめんね。ったく、何バカやってんで。ゆきのちゃん、ごめんね。ゆきのちゃんが暑いのダメって知らなくて。気にすんね、ウサギのお嬢。雪女だっつうのに興味本位で煮え湯に飛び込むバカが悪いや。むしろ引っ張り上げてくれて礼を言うぜ。アルターメイデンの嬢ちゃんたちもあんがとな。おかげで助かったぜ。いえ少し前温泉でのぼせちゃったリリちゃんや若菜さんを介抱した経験が生きました。その説はご迷惑を。それにプレシアさんが氷の魔法を覚えてくださっていたのも幸運だったと思います。シェフィーに習った。
飯食ってるとこ邪魔して悪かったな。氷嚢ももらったし、こっちはもう大丈夫だ。食堂に戻んな。はいですが、もし何かあればまたお呼びくださいね。煮つけうま。おつかりもうま。プレシアちゃんいっぱい食べますね。いつものことですけど。いつも以上かも。強くなるためゴリラさん魔法通じず無念なので。はい。黒曜宮で戦ったロランド様という鎧の方はまさに難攻不落、大変にお強い方でした。結局痛み分けでしたし。でも終わったんですよね。このままうまくいけば私たちがロストさせてしまった人たちは元の世界に帰ることができるはず。でも油断禁物。プレシアちゃん。プレシアさんのおっしゃる通りですね。まだプレシアさんのお父様もシェフィー様のお兄様も戻っておりませんし、ペコリーヌ様はとても戦える状態ではないのですから。そうですよね。リアさん？大丈夫です。すみません。私ちょっと横になってきますね。ペコリーヌさんたちのお話まだ続いてるみたいですし。はい、おやすみなさいませ、リアさん。食ったもう入んない。ほらブルム、掛け布団をまたいでゴローンってしない。寝るならちゃんと着替えなさい。それなら姉さんが着替えさせてくださいよ。妹は食べ過ぎて動きたくないですし。自分のことは自分でやる。いつもそう言ってるでしょ。私はあなたのメイドじゃありませんって。たくサービス悪。ブルムったらもう双子なのにどうしてこんなに違うんだろう。ブルム？私は温泉に行ってみるけど一緒に来る？今だるい。姉貴がおんぶしてくれるなら行く。姉貴って言わないの。もうブルムなんか知らないんだから。私一人で行ってくるけど寝る前にはちゃんとお風呂に入りなさいよ。バカ姉貴。知らないんだからの直後に寝る前に風呂入れとか。バカ。てか温泉もいいけどちょっと気になるんですよね。お姫様たちが何話してるか、どうして集められたのか。そりゃこれまで交流なかった世界のトップ同士裸の付き合いでもして仲を深めるのも大事かもだけど、ペコリーヌさんの様子もなんかいつもと違ったし、ライライル様に黙ってこんなことすんのもちょい気が引けるけど、まあ問題なけりゃないで黙ったまんまでいれすむし。
それじゃあ盗み聞き再開といきますか。美味しいものがたくさん食べれてよかったね、クー。ランドソルの方もこっそり監視をつけてるみたいだけど、こっちがおとなしくしている分には手出ししてこないみたいね。ならジオニブルヘルの外でも低級霊の刺激はできるみたい。それじゃお姫様たちのお話聞かせてもらおうかしらね。ペコリーヌ姫、今おっしゃった言葉は、この世界が全部作り物とは、どのような意味なのですか？すみません。話を急に進めすぎましたね。でもこれが今回世界の垣根を越えて皆さんに集まってもらった目的なんです。この冒険でとってもお世話になった大切な皆さんに私たちの知る事実を説明させてもらうことが、あなたキス様、あなたも手伝ってもらえますか？プリンセスの皆さんに現実世界のことをお伝えするのを。私たちの世界は騎士たちの現実世界の側で作り出された架空の空間で、私たちの言語や姿やその他のあらゆるものも元をたどればその現実世界に起源があるとですよね。ずっと前ノエムちゃんから教えてもらった時には私も本当にびっくりしちゃいました。いえ、そのキス様とペコリーヌ姫のおっしゃることですから、嘘偽りなどないと信じておりますわ。ふむ、わっちらの獅子村はアバター、人型の傀儡に等しく、そちらを動かす魂魄はわっちらの治める世もの世界の礎である現実の側より訪れし者なりという次第にありんすな。長く生きれば不可思議なる事態も驚かぬもの。これすなわち年の功でござりんす。申し訳ありません。私は若輩の身で質問をさせていただいてよろしいでしょうか？ありがとうございます。私の世界の者たちもランドソルやジオゲヘナの方々も現実世界というものを忘れたかのように生きております。それはなぜなのでしょう？すごくいい質問ですね、バイオレットさん。理由は大きく2つあって、まずこの世界には認識を修正する魔法というものがかけられています。その魔法のおかげで世界の形が保てているらしいんですが。認識を修正する魔法。そうです。私はあえてその魔法に身を委ねて。それから理由のもう一つの方なんですけど、さっきネラさんがまとめてくれたように、この世界の私たちの体はアバターと呼ばれるもので、
その中の魂はもともとは現実側の肉体にあったものなんですが、それならば、もしかしたら現実世界の私はこのような冷たい体ではなく生きている可能性も。されど諸人のすべてがさようであるとは限らぬと、そんな次第でありんすな。はい。 AI の NPC、 この世界だけに存在する人工的に作られた人もかなりいるはずなんです。なるほど。こちら側の世界の生まれなのであれば、現実側の記憶を持たないのも当然ということですわね。ペコリーヌ姫や騎士殿らの旅の目的は、かつての戦乱により失われたあまたの魂魄の救出であったと思いはべり、なおかつバイオレット姫のご尽力もあり、その目的に王手をかけている最中かと拝察いたしまする。相違ございませぬかよ。であらばこの後はいかがなさりまするか。現実世界へとお戻りに。我が真意の届くうちより許可なく消え去ると、そのような身勝手断じて許さぬぞ。ライラエル姫。失礼しました。驚きのあまりつい傲慢に。驚いたのは私も同じですわ。ひとたび戻られたとしても、騎士様やペコリーヌ姫、皆様ともうお会いできないなど、そのようなことはありませんわよね。それはもちろんないですって言いたいんですが、そんな。現実の方ではこの世界は大きな大きな箱の中に収まっているんです。でも今回私たちが戦ったウォーロックをはじめとする多くの人たちがそれを狙ってきていて、才の目に悪しき運が乗らば、わっちらのよもの世界が奪い去られるか、あるいは永遠に失われるやもしれぬなりと。いいお湯だった。甘くないお湯っていうのも新鮮だったな。もうブルム、まだ寝てないなら早く入りなさいよ。ブルム？変なの？どうしたんだろう。リーザ、こちらの世界の観光を希望していたそうだね。
私が案内させてもらうことになったけど、でも本当にいいのかい？付き人なのにプリンセスから離れてしまって。ええ、護衛はグレイスがいれば十分よ。それに口うるさい小獣とはそばにいない方がバイオレット姫も負担にならないでしょうし。そうか、分かったよ。なら今日は案内役をしっかりと務めさせてもらうとしよう。実際は監視役だ。彼女は一時美食殿とも敵対したらしいし、その戦闘能力やジオニブルヘルの貴族階級という立場を考えると、監視役を務められる人が限られてしまうのは分かってるけど。腹芸は苦手みたいね。監視役がつくのは想定内だけど、相手がレイなのは幸運だわ。ランドソルの貴族とはコネを作っておきたかったし。それで最初はどこに？あなたがどこへ案内してくれるのかとても楽しみだわ。ああ、そうだな。それじゃあ、あの店に行こう。ここは馴染みの武具店でね、剣の手入れなどをたまに頼んでいるんだ。剣に槍、斧に短剣。へえ、結構いろいろ置いてあるのね。私は弓使いだから刀剣の良し悪しはよくわからないけれど。そうだった。何をやっているんだ私は。リーザがいくら腕が立つ強者だったとしても、自分の獲物じゃないものを見て興味を持つはずがないじゃないか。そうしたら次はあそこへ行こう。この店は仲間とよく来るんだ。リーザの口に合うといいんだけど。悪くないわね、このお魚。味付けもだけど、ジオニブルヘルのものより鮮度がいいのかしら。そうか。今後ジオニブルヘルとの交流も増えるだろうし、ランドソルの食事に興味を持ってもらえたのなら嬉しいよ。それはそうとして、さっき仲間とよく来るって言っていたけど、本当にそれだけ？誰かさんとのデートでも使ってるんじゃない？デート？彼とは確かにこの店に来ることはあるけど、私たちはそういう関係ではなくて。私は何を言って。この辺りは観光地ではなく散歩道なんだけど、ランドソルという国を知ってもらうにはいい場所だと思う。繁華街に比べたら裏寂しく感じるかもしれないけどね。私の住んでる世界に比べたらここだって十分に騒がしいくらいよ。でも街の人々の穏やかな笑顔が見られるいい場所だと思うわ。散歩道ってさっき言っていたし、私のペットも一緒に散歩しても構わないわよね。おいで、クー。反霊体の犬。いや、精霊の一種なのかな。こんにちは、クー。リーザと一緒にランドソルを楽しんでくれると嬉しいよ。さっきのお店でクーが食べられそうなお肉を買ってきたんだけど。ねえレイ、クーに餌をあげてみる？お近づきの印に。いいのかい？それじゃあ遠慮なく。どうぞ、クー。いい子だ。そうでしょ？自慢の精霊犬だもの。クーに餌をあげていた時のレイの表情。真面目そうな顔が緩んで可愛いところが見られたし、
とても有意義で楽しい時間を過ごせたわ。あなたのおかげで。楽しんでくれているようで何よりだよ。だが私のことはともかく、肝心のランドソル観光の方は心から楽しんでいるようには見えないけど。あなたのように経験豊富な冒険者なら気がつくわよね。別に隠そうとは思ってなかったし、私がバイオレット姫をしごいたのは知ってるわよね。どんな事情があったとはいえ、プリンセスを危機にさらしたのだから処罰されるのは当然なんだけど、まあいろいろとあって一応処罰も降格もなしってことになったけど、信頼はガタ落ちだし、城でも針のむしろって感じなのよ。だからこうして観光という名目でバイオレット姫から離れているわけか。ついでに言うなら、私の地元のダークエルフ族の立場を悪くしないために、よもつへぐい貴族議会の連中に貸しを作られちゃってね。そいつらから助けてやったんだから生者どもの土地を見てこいって。例も貴族ならわかるでしょ、そういうしがらみっていうの。世界は違えども、お偉いさんと呼ばれる者たちの思考はあまり変わらないみたいだね。でもいいの？私にそんなことを話して。いいのよ。少なくともグレイスはそれくらい分かってるでしょうし、そもそも姫が王家の装備を使いこなせるようになった以上、もう余計なことをする必要もないし、今のところね。私が借りを作らされたのはよもつへぐいのかつての主流派。バイオレット姫が成長したことで非主流派に転落した連中としては、私をプリンセスにすげ替えることも考えてそうだけど、そんなことしたってジオン・ニブルヘルが混乱するだけだわ。そもそも姫は殺したって死なない子だし、いや死んでるけど、でもきっとサツキやグレイスが私の立場だったなら単価の一つでも切って貴族たちを蹴飛ばしたでしょうね。それを見透かされてるからこそ。安酒飲ませやがって。あら、一番いいやつ持ってこい。変な酒を客に出したんだ。当然誠意を見せてくれるんだよな。なあ、そうだよな。何かあったみたいだ。すまないリーザ、私は様子を見てくるから待っていてくれ。行っちゃった。ただ待っているのも暇だし、野じ馬させてもらおうかしら。いやあ、そこの姉ちゃん、俺たちと一緒に飲もうぜ。俺たちの冒険の武勇で特別に教えてあげちゃうからさ。そっちの子たちもみんな集まれ。やれやれ。昼間から飲むなとは言わないが、他の人に迷惑をかけないようにたしなむべきじゃないか。んだってめ、楽しく飲んでんだ。邪魔すんじゃねえ。あ、お前どこかで見た気が。しかし武勇伝か。ぜひ聞かせてもらいたいものだ。言葉ではなく剣を通じてね。ひょっとしてお前ツインクルウィッシュのレイか。カイザーインサイトをやっつけてソルの塔のてっぺんまで行ったっていう伝説のギルドの。知ってもらえているとは光栄だね。グラスやテーブルの損壊に店への脅迫、女性へのセクハラ行為、ナイトメアへ連れて行く理由には十分だな。
ちょっと酔っ払っただけで牢屋になんか行ってられるか。逃げるぞ。こら待て。逃げ足の速い。くそ、追いつかれる。お、ちょうどいい。あのばあさんを。いやなんだいあんたたちは。動くんじゃねえぞ俺。ばあさんもな、殺しはしねえよ。俺たちが逃げてる間、あの女がおとなしくしてればな。人質を取るなんて、それでも冒険者の端くれか。どうする。こうすればいいんじゃない？私の弓であいつらを追いる。そして倒したところを捕まえる。簡単でしょ？リーザ、何をバカなことを。心配しないで。呪いの魔法は使わないから。下手に動いたら急所に当たるかもしれないけどね。そこの2人、いい感じに当ててあげるから動かないでくれる？おい、こっちには人質がいるってのに、まさか本当にやるつもりじゃ。連中の意識はこっちに向いた。あとはよろしくね、クー。なんだこの犬、急に後ろから。今だ。はありがとうねあなた。あなたのおかげで助かったわ。それとこのワンちゃんも。いえ、私のミスであなたを危険な目に遭わせてしまった。すみませんでした。それからリーザ、手を貸してくれたことには感謝する。だが君のやり方にはあえて一言言わせてもらいたい。なぜ弓で言おうとした？弓を構えたのはフリよ。空で制圧するためのね。おばあさんを巻き添えになんてするつもりもちろんなかったわよ。だが空で制圧できなかった場合、君は矢を放った。違うか？否定はしないわ。あるいは他の方法を取ったかもね。戦場において2の矢3の矢を用意しておくのは当然だもの。一理あるが、矢が外れてしまった時のことは考えなかったのか？おばあさんは自分に当たるかもしれないという恐怖も感じたはずだ。動揺した男たちが何をするかだってわからないし。たらればを言うなら、彼らの仲間が来る可能性や人質を増やしてくるような可能性もあったわ。おばあさんが驚きすぎて心臓が止まってしまう可能性なんかもね。この辺にしておこうか。そうね。答えが出ないのは分かってるもの。お互いにね。真面目で慎重で疑り深くて神経質で、どうやら私たちは貴族出身という以外にも何かと共通点がありそうだね。あら、嬉しいわね。私もちょうどそう思っていたところよ。レイ、街の観光もいいけれど、あなたのこともっと知りたくなったわ。この後の案内もよろしくね。ああ、改めてよろしくリーザ。じゃあまずはナイトメアに案内しようかな。この男たちを突き出すついでにね。